皆さんこんにちは、正代です。いつもコメント高評価ありがとうございます。今日は英単語学習をする上で必ず理解すべきことについて話していきたいと思います。英語力をアップさせたいと思っている人は英単語学習から逃れることはできません。新しい英語の表現を覚えてその言葉を自分が使えるようになったり理解できるようになったりすること自体が英語力のアップであると言っても過言ではないからです。しかし英単語を勉強する上ではある科学的事実を理解しておく必要があります。ちなみに私はそのことを理解していなかったので英単語学習でとても苦労しました。したがって今回は動画の前半でその科学的事実を理解してもらって動画の後半ではそれを踏まえた英単語学習法について詳しく話していきたいと思います。はじめに伝えておきますが、今回の話は楽して英単語を覚える方法とか1週間で1000個覚える方法のように現実離れした話ではありません。しっかりと理解して単語学習に生かすことによって誰でも着実に効果を上げることができる話なので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは始めます。英語学習をしている多くの人は自分の単語力の不足を実感した時に単語帳を用いると思います。この時多くの人が単語がなかなか覚えられないとか見てもすぐ忘れちゃうんだよなと感じます。さらに単語を1回見ただけで覚えられる人はいいよな、自分は全然ダメだなと思ってしまう人もいます。実はこの考えから抜け出さない限りどんどんモチベーションが下がってしまいます。せっかく英語頑張ろうと思って取り組んでいるのにモチベーションが下がることでダラダラと勉強してしまいます。そしてより効率が悪くなるという悪循環にはまってしまい何年も結果を出せない羽目になってしまいます。この考え方では記憶力のいい才能のある人は成功して才能のない人は成功しないというように才能が関係してしまうことになります。しかし英語学習に才能は一切関係ありません。英語力をアップさせる上で単語を暗記する必要はありますが記憶力をアップさせる必要はありません。というか私は脳科学者ではないのであなたの脳の神経を活性化させて記憶力を一時的に向上させるようなことはできません。なのでそうではなくてあなたが今やるべきことは人間の記憶の仕組みを理解してそれを単語学習に生かすということだけなのです。まず大前提として人間の記憶メモリは短期記憶領域と長期記憶領域の2種類あります。情報は一旦短期記憶に保存され大切な情報はその後長期記憶に移されます。そして短期記憶のメモリは小さいのでどんどん削除していかないと頭がパンクしてしまいます。なので人間の脳は不要な情報を自動で削除するようにシステム化されています。つまり新しく覚えた単語が不要な情報だと判断されると勝手に削除されてしまいます。したがって勉強した単語をすぐ忘れてしまってもあなたは全く悪くないのです。ここから核心に迫っていきたいと思いますが、本当は残しておきたい記憶と削除したい記憶を自分で選択できるのが一番いいのですが、人間はコンピューターではないのでそのようなことはできません。では脳はどうやって大切な記憶と不要な記憶を判断しているのか皆さん考えてみてください。その答えは意外とシンプルで、よく会う親しい人は大切に覚えておこう。逆にあまり会わない親しくない人は別に忘れちゃっても問題ないかなと判断しているのです。学生時代のクラスメートの顔と名前を全員覚えているという人はほぼいないのではないでしょうか。結局覚えているのはよく一緒に遊んだ友達ですよね。人間の記憶で大切なのは頻度です。このことはドイツのヘルマン・エビングハウスが記憶に対する時間の経過と
記憶の関係を実験結果より表した曲線からも確認することができます。これは一般に通称エビングハウスの忘却曲線と呼ばれています。この結果からわかることは、人は1日経つと半分以上忘れてしまうということです。単語学習においても、1回新しい単語に会っただけで覚えられなかったと落ち込む必要はなくて、覚えられるまで何回も会いに行けばいいのです。一生懸命覚えようと頑張るとか、忘れないように気合を入れるとか、そういう話ではなくて、単語に会いに行く頻度を上げるということだけが大切なのです。ではここまでで人間の記憶の仕組みを理解してもらいました。少しでもいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ここからは英単語を覚える上でダメな覚え方と正しい覚え方、そして覚え方の具体例をお伝えしていきたいと思います。ダメな例として、2000語入っている単語帳に取り組むとき、1日10個覚えよう。200日で2000個覚えるぞ。響き的には1日10個なら毎日続けられそう。200日で1冊覚えられるならいい感じかなと思ってしまうのですが、実際はこうなります。月曜日10個覚える。火曜日10個覚える。でも月曜の半分忘れる。水曜日10個覚える。でも月曜の単語をほとんど忘れて、火曜の単語も半分忘れます。木曜日10個覚える。しかし月曜の単語をほぼ忘れて、火曜の単語もほぼ忘れて、水曜の単語は半分忘れます。金曜日10個覚える。しかし月曜の単語はほぼ忘れて、火曜の単語もほぼ忘れて、水曜の単語もほぼ忘れて、木曜の単語も半分忘れています。ここまで具体的に説明すれば、私が言いたいことはもうわかりますよね。5日間勉強したら50個覚えるという計画のはずが、ほとんど忘れてしまい、この計画は破綻していることがわかります。こんな感じで毎日過ごしていると、200日後に勉強した単語のほとんどを忘れており、毎日頑張ったのに努力が無駄になった、自分は英語向いてないと思ってしまいます。では以上のことを踏まえて、正しい単語の覚え方をお伝えします。この時何よりも頻度が大切ということを思い出してください。新しい単語に出会ったら、まず短期記憶に保存されます。短期記憶には英単語だけでなく、無意識にあらゆる情報がどんどん入ってきます。新しい単語の記憶が消去される前に、繰り返し単語をチェックしましょう。その状態ではまだ長期記憶に移行されていないので、24時間以内に復習をしましょう。そうすることで一部の単語は長期記憶に移ります。その後さらに24時間以内に復習しましょう。また一部の単語は長期記憶に移っていきます。このように時間を空けて繰り返し確認をすることで、完全に忘れる前に復習することが大切です。復習しても時間の経過とともに忘れていくので、また復習しましょう。この時不思議なもので、復習するたびに忘れるスピードが遅くなっていきます。1ヶ月ほど定期的に覚えたい単語に会いに行けば、脳が大切な情報だと判断して勝手に長期記憶に保存してくれます。では最後に、これから皆さんがどう単語学習を進めたらいいかについて具体例を示しますので、ご自身のライフスタイルに当てはめて調整をしてください。今回は分かりやすいように月曜から学習を始めるということにしたいと思います。まず単語帳の100個を1セットと考え、この単語に合う頻度を高めて、いかに長期記憶に移行させるかという戦略を具体化させていきます。月曜の夜100個勉強します。覚えているものにはチェックボックスにチェックをしましょう。火曜の朝100個復習します。火曜の夜100個復習します。
水曜の朝は休憩しましょう。水曜の夜、赤シートでテストをします。この時、覚えているものにはチェックボックスにチェックをしていきましょう。木曜の朝、100個復習をします。木曜の夜も100個復習をします。金曜の朝は休憩してください。そして金曜の夜になったら赤シートでテストをします。覚えているものにはチェックボックスにチェックをしましょう。土日は覚えきれていない単語としっかり向き合いましょう。これで 90% 以上の単語を覚えることができたら終了です。やはりどうしても相性の悪い単語などがあるので、この時点で 100% じゃなくて大丈夫です。そして来週の土日にもう一度100個復習しましょう。その後は週1でいいので1ヶ月以上は必ず復習を続けましょう。以上が100個1セットの勉強の仕方です。月曜からはまた新しい100個1セットに対して同様に勉強に取り組んでください。はい、いかがだったでしょうか。今日は英単語を勉強する上で理解しておくべきある科学的事実と具体的な英単語の学習法について話をしました。この動画が少しでもためになったら高評価を忘れずにお願いします。また私のチャンネルではこれからも英語学習のコツを発信していくので、見逃さないように必ずチャンネル登録をお願いします。ではまた次回。